皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに関して医療支援の募金が話題になっているので、今回は取り上げていきます。今回特に話題になった理由というのは、トップ YouTuber であるヒカキンさんが自分自身が1億円を寄付するというところから、他の人にも参加を呼びかけているというところが大きなポイントになっています。トップ YouTuber なので、年収は数億円もしくは十数億円だと言われています。税金を払っても手元には何億円というお金が残るので、今回のお金についてもさほど痛くないという人もいるわけですが、実際には1億円というお金をさあ寄付するよというのは簡単にできる決心ではないでしょう。ヒカキンさんはエンタメ系動画を作っていて人気があるわけですが、今回の新型コロナウイルスに対しては東京都知事にインタビューを行ったり、新型コロナウイルスの患者さんにインタビューしたりと、エンタメから少し離れたところで今回の新型コロナウイルスに対して関心を持ってもらおうと動画を作成されています。そういった流れの中において新型コロナウイルスに対する募金というものを呼びかける行動につながったのでしょう。それでは一体どのようなニュースなのかご覧ください。まずはヒカキンさんの告知を見てみましょう。本日のヒカキン TV はこちら。1億円寄付してコロナ医療支援募金を立ち上げました。僕と一緒に命を守る人を支えませんか？こちらツイッターのおすすめに出ていたヒカキンさんが1億円を寄付、コロナ医療支援募金をヤフーと開始というニュースです。その記事はこちら。ヒカキンがヤフー基金とコロナ医療募金設置へ。YouTuber ヒカキンがヤフー基金と連携し、新型コロナウイルス感染症対策の最前線で働く医療従事者への支援、感染リスク低減を目的とした募金窓口、命を守る人を支えたいコロナ医療支援募金を設置することを21日、ヤフーが発表した。今回の募金窓口設置は、ヒカキンからヤフー基金への長期間にわたり最前線で尽力されている医療従事者を支援したいという声掛けで実現した。ヒカキンは1億円の寄付をしている。新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、ヒカキン自身、動画や SNS を通じて情報を発信してきた。その活動を通じて医療現場の現状を知った。もちろん、コロナの影響を受けて支援が必要な方々は、各方面にたくさんいらっしゃると思います。その中で、僕は今この時も命を守ってくださっている医療現場の皆様への支援が必要なのではという思いを強くし、今問題を抱えている医療現場へいち早く支援を届けるために、ヤフー基金さんに協力いただき、今回の募金を立ち上げましたと説明した。今回は趣旨に賛同する方々からの募金も募る。皆様のご協力の積み重ねが大きな力になります。また、この募金の情報を広めてくださることも支援につながります。どうか皆様ご協力よろしくお願いいたしますと訴えた。そしてこちらが Yahoo の募金ページです。命を守る人を支えたいコロナ医療支援募金。この動画の作成時、現在の寄付総額は1億4000万を超え、現在の寄付人数は8万4000人を超えています。なお残り日数はあと41日となっていますが、募金の受付期間があまり長くないのは、ここで一旦締め切ることによって、集まったお金というものをなるべく医療現場へ届けたいという思いからです。そしてこのページでは、ヒカキンさんからの募金を訴えかけるメッセージがあるわけですが、さすがにこの部分については YouTube から転載するわけにもいかないので、その後の文字に起こされたメッセージについて読み上げていきます。命を守る人を支えたい、ヒカキン。今世界中の人たちが新型コロナウイルスの危機に直面しています。その中で僕にも何かできることはないかと小池都知事との対談をはじめ、できる限りの発信を行ってきました。皆様の頑張りによって日本国内では少しずつ感染者数が減少してきました。以前の生活に戻りつつある人も多いでしょう。しかし、新型コロナウイルスが依然脅威であることには変わりありません。そして、この脅威の中で僕たちの命を守ってくれている医療関係者の方々は、必要な医療器具が足りず、マスクを何日も繰り返し使い回したり、不十分な防護服で対応に当たったり、様々な不安の中で
僕たちの命を、生活を守り続けてくれています。そんな方々に対し、僕は僕のできることで、少しでも僕たちの生活を守ってくれている人を守りたいと思い、この度、コロナ医療支援募金を立ち上げました。そして、まずは具体的なアクションとして、自分が寄付をすることを決めました。僕一人にできることは、決して大きいことではありません。もしこの思いに共感していただける方がいたら、力を貸してくださると嬉しいです。僕たちを守ってくれる人を僕たちでも支えましょう。今回のコロナ医療支援募金寄付金の使い道については、1、東京都などの自治体を通じて医療現場にマスクや消毒液、防護服などの医療用品を配布。2、医療従事者のニーズに応じた活動を行う NPO への支援。3、感染防止の活動を行う NPO への支援といったものが説明されています。実際に寄付を行う場合は Yahoo Japan の ID が必要となります。その上でクレジットカードで寄付、T ポイントで寄付、もしくはソフトバンクスマホで寄付というこの3つの種類の寄付方法があります。どの寄付方法をとってもそれほど難しい操作があるわけではありません。ですから気軽に操作を始めてください。それとこれは一つ余談なのですが、寄付のページをどんどんと進んでいくと、最後に注意事項を確認の上、寄付の手続きを進めていくのですが、この画面の少し下にメルマガ配信登録という項目があります。この画面に気づかないと募金が終わった後でメールが届くようになりますので、いらないという方はこのチェックを外すように気をつけてください。そして寄付の手続きが終わると、最後に寄付のお申し込みありがとうございましたというメッセージとともに、これまでに何人の人が寄付したのか、そして寄付総額がいくらになっているのかという画面が出てきます。Facebook でシェア、Twitter でシェアといった形で、より多くの人に訴えかけることができるので、ぜひともこちらの SNS の活用なども考えてみてください。今回私はヒカキンさんの呼びかけに応じて自分自身も募金に参加しましたし、またこの動画というものを拡散すべきだと思いました。そして動画を作ったわけですが、このようなどのような動画を作るのかというのはそれぞれの人によってかなり違います。新型コロナウイルスの問題というものを取り扱う場合、様々なアプローチがあります。例えば、この問題に対して今政府がどのような対応をしているのか、そういった話を持ち込んできて、あれができない、これができないといういわば政権批判につなげるような話ばかりをしている人もいれば、一体どのようにして感染を防げるのかといった医学的な見地から、こういったことをした方がいいよ、こういった話があるよというような、どちらかというと自分自身の身を守るためには、こういった知識を持っているといいんですよといった啓蒙をされている方もいます。その中においてもこうした募金活動がありますよというのは一つとても良いことだと私も思います。それではなぜ医療現場に対してこうした募金活動をすることが良いのか。それは病院は今支援を求めているからです。一体なぜそのような支援が必要かといえば、新型コロナウイルス対策というのはこれまでの病院よりも多くの感染症対策にお金がかかっています。なぜならば、今世界中で新型コロナウイルスによる世界的な流行状態なのですから、そのために医療物資というものが世界各国非常に多く必要とされています。それでいて生産国においても新型コロナウイルスが流行っているといったこともあるために、生産活動についても支障が出ています。このように需要は非常に大きい。でも生産側についても支障がある。だから値段というものはつり上がってしまうような状態です。そしてもう一つの問題は物流においてもどうしても滞りがちになっています。これまでは航空貨物というものを使って物資の輸送というものも頻繁に行われてきました。しかし現在は世界各国で入国制限が行われています。そのため航空便についてもかなり減便されており、航空機で物を運ぶというものも大幅に減少しています。日本の中にはこうした旅客機や貨物機についてももっと感染症を防ぐために止めるべきだという意見があるわけですが、日本においてはこうした医療物資も多くが海外からの輸入に頼っています。マスクについては3割程度が国内自給で7割が輸入ということは今では多くの人に知られるようになりましたが、その他の製品、例えばゴム手袋であったり防護衣であったり、
消毒液であったり様々な医療物品というものはほとんどが海外からの輸入に頼っているのが現実です。ですから旅客機を止め続けたり、もしくは貨物便について全て止めるような主張を通してしまえば、それは日本に医療物資が入ってこないことになり、より悲惨な状況に日本を追い込んでしまいます。そういった医療物資にまつわる話とともに問題なのはもう一つあります。それは病院経営が今は非常に苦しい時期です。なぜならば新型コロナウイルス対策というものをみんながしなければならないなという状況において、今病院では院内感染というものも大きな集団感染の原因になっています。このようなニュースをたくさん聞いていると、どうしても今病院に行くのはやめよう、今不要不急の外出はやめようということで多くの人が自制するようになりました。しかしその中においては病院に行かないといけない人が病院に行くのをためらうという場面もあって、病院に来る人が非常に減っているのです。そのために病院の経営というものも悪化してしまいます。実際病院経営が今非常に苦しくなりましたよというようなニュースも流れています。このように必要な医療物資は大量に必要なのに、それらについての価格が上がっている。一方で対策費用が上がっているのに収入は下がっているという、この2つの現象によって今医療機関は支援が必要とされているのです。こういった話においては政府がもっとお金を用立てればいいじゃないかというふうに思われる方もおられるでしょう。実際経済対策においてもこうした医療機関に対する支援というものも盛り込まれてはいます。ですがそれらについてはどうしても遅くなるのが現実です。それに一つ大事なのは、政府に何でもかんでも任せればいいのかといえば、私はそれはそれで違う話だと思います。そのような一つ一つの力が小さくとも募金というような形で集まれば大きなお金になるのです。そしてそのお金というものが明らかに病院にとっても非常に良い助けになると私は思います。今回募金を呼びかけたヒカキンさんはエンタメ系の動画で非常に人気のある方です。多くのファンがいて動画も多くの人が見ます。そのような影響力を今回は募金の方に振り向けたというのも、これも自分自身の影響力というのを非常に有効活用したことだと私も思います。人それぞれ経済状況は全く違います。ですから募金できるよという人はぜひとも自分のできる範囲で良いので参加してもらえると嬉しいです。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。